この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は、下手な理由の9割がこれ。絵が下手な原因と解決法を5つ紹介します。ということで、皆さんおそらくですね、いろいろな動画で線の上手な描き方を見たことがあると思うんです。僕もね、そういう動画出してますしね。ただね、こういう動画を見ていて紹介されるテクニック。例えば、線の入り抜きだったり、線の濃い薄いの使い分け。あとは線をシューッと長いストロークで綺麗に引く方法とかね。そういうのを聞いていて思ったことはないでしょうか？いや、それは全部知っとるわ。それは知ってるんだけど、でもそもそもその前の段階でつまずいてるんだよ。はい、そうなんです。線を綺麗に描く方法は知っている。なのにうまく描けない。だから皆さん困ってるんですよね。でね、もう結論言っちゃうんですが、線がうまく描けない原因って何なのかっていうと、ズバリ、下書きがうまく描けないから、これにつきます。下書きが微妙なのにですね、その次の段階の線を綺麗に引く方法を教わっても、その土台の段階でつまずいちゃってるわけですから、いくら描いてもうまい絵にならない。これってね、まあ、考えれば当然のことですよね。でも、逆に言えばですね、下書きさえうまく描けてしまえば、実は絵ってうまく描けちゃいます。もうね、断言しちゃいましょう。線をうまく描きたければ、9割の力を下書きに注ぎ込んでください。もうね、最後の線の清書なんておまけみたいなもんです。なので今回は、線画に行く前の段階、いい感じに下書きを描く方法について、重点的に詳しく、根掘り葉掘りお伝えしていきたいと思います。この動画を見ていただければ、線画が苦手、でもどうしていいのかわからない。そんなお悩みを払拭して、うおー、線画が好きになってきた。線描くの楽しい、最高という感じに進化していただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速、行ってみましょう。描き始める前に2つだけ決めよう。はい。まずですね、上手い人が描いている動画を見ていて、すっごい思うことの一つにですね、こういうのがあると思うんですよ。はい。じゃあね、まず簡単に下書きを描いていきますね。いや。ちょっと待って。なんでそれ今描いてったの？想像力で描いてったの？ねえ、その想像力が俺にはないんだけど？ねえ、これどうしたらいいの？はい。こういうことってよくありますよね。この状態を解決するために必要なのは、とにかく想像力を鍛えることではありません。では何をすればいいのか。必要なのは2つの画像だけです。このキャラをこのポーズで描いていこうということだけを決めて、その画像を用意してください。順番に行きますね。まずキャラの画像を用意しましょう。キャラクターは何でも OK です。オリジナルキャラでもいいですし、お絵描き初心者の場合であれば、自分のオリジナルキャラクターはいないことも多いでしょうから、自分が好きなキャラクターの二次創作でもいいと思います。とにかく描きたいキャラクターの画像を1枚用意します。今回僕はオリジナルキャラクターの田中ちゃんを描いていくことにしますね。で、キャラが決まったので、あとはポージングです。ポージングもある程度お手本がないと、初心者は特に描きづらいと思いますので、参考画像を用意しましょう。自分の自撮り素材がある程度自由が利いて良いとは思うんですが、自撮り素材に抵抗がある人も多いと思うので、そんな時にはですね、フリー素材、ポージングなどで検索してみると、商用利用も OK な著作権フリーの写真が出てきますね。こういうのを参考にしても OK だと思います。今回僕はこちらの写真を参考にさせてもらおうと思います。はい。これで2枚の画像が用意できました。これを僕の場合には素材を並べて表示できるピュアレフというソフトに並べて表示させて準備完了です。はい。これで、このキャラをこのポーズで描くというのを視覚的にはっきりさせた状態が出来上がりました。この2枚をこれから作業で合体させていけばいいわけなので、100% 想像力に頼ることなく、かなり絵が描きやすい状態になったと思います。画面が狭くて資料を表示させながら描きにくいよっていう人は、プリントアウトしたり、スマホや iPad など別の端末に表示させながらというのもいいと思います。薄い色で太めの線で下書きを描こう。第一下書き。
さあ、では実際に絵を描いていきましょう。でね、早速最初の注意ポイントがあります。初心者は特にですが、最初こんな風にあまり細い線で描いていかない方がいいです。太さは別にどのぐらいでもいいですが、このぐらいですかね。結構太いなーって思うぐらいの太い線で、ざっくりと線を描き始めてください。色もですね、グレーとか薄い青とか、薄めの色で最初は描いていくのがいいです。これなんでかっていうとですね、下書きの序盤でディティール、細部をあまりにも意識しながら描いていっちゃうと、例えるなら木を見て森を見ず、みたいな感じで、絵の全体感が崩れてしまうからですね、絵を見る側の視点は、あくまでも遠くから森を眺めるように絵を見ますから、細部、一本一本の木の枝葉よりも、むしろ遠くから見た印象、森の形を整えることが大事だからです。そのために、下書きの序盤は、太く薄い線で、ディティールを全部削ぎ落として、大まかに描いていくのが効果的。清書の線は細い線で描きますが、下書きの線はこんな風に太い線で大雑把に薄く描いていくのを意識しましょう。もうね、最初の段階は髪の毛すら描かなくてもいいぐらいです。こんな感じのポーズで、こんな表情してますぐらいアバウトにキャラクターの素体を描いていってあげましょうね。ポーズも絶対に写真そのまま描かなきゃいけないっていうわけではなく、あくまで参考程度に抑えても全然 OK だと思います。今僕が描いてるポーズも微妙に角度が変わってますよね。はい。この状態が第一下書きって感じですね。まあ慣れない人はもしかしたらこれすら難しいかもしれませんが、参考画像さえ用意してあれば、なんとかスタートを切ることができると思いますので、まずはこの一歩目を頑張って踏み出してみてください。清書の線と力の入れ具合を変えよう。第2下書き。そしたら次はですね、このざっくりした下書きをキャラクターに置き換えていく作業です。あえて言うなら、第2下書きでしょうか。こんな風に薄く透かしてですね、第1下書きの素体をキャラクターに置き換えていくイメージです。どこから描いていってもいいと思いますが、僕は輪郭、そして髪の毛から描いていくことが多いです。描く順番も考え方としては同じで、木よりも森を先に描いていくようなイメージですね。輪郭や髪の毛のように、キャラクターの外側のシルエットに近い部分を先に描いていき、大体全体像が見えたら細部を描いていく。基本的にはこのような順番で描いていくとうまく描きやすいと思いますね。まだね、線の太さはそんなに変えません。太いままか気持ち細くする程度に留めてください。なぜなら、まだ細部ではなく、全体像を作っている作業だからです。全体像を作る作業は薄く太い線を、細部を詰めていく作業は細く濃い線を使う。そう覚えておくと良いかもしれませんね。一応ですね、さっきと線の色を変えて赤で描いていますが、絶対に赤で描かなきゃいけないというわけではなくて、さっきよりも少し濃いめの色であれば何色でも OK ですね。それとペンの持ち方に関してもあまり強く握り込まないのがコツです。鉛筆に例えるとこの状態の作業は 5B とか 6B のような太い鉛筆を使って弱い筆圧で薄く書いているような状態です。清書の時には後で B とか HB に持ち替えますが、ここは流行る気持ちを抑えてまだ我慢してくださいね。まずは全体をいい感じに整えることだけに集中してください。線をかっこよくシュッと描こうとか、入り抜きをいい感じに入れてやろうとか、この段階では全く考えなくていいです。というかね、むしろ考えないでください。とにかく全体の印象です。はい、こんな感じ。細部はかなり適当ですが、全体で見ると印象の整った第2下書きが出来上がりました。線をつなげずに描こう。第3下書き。はい。今ので下書きが終わりだと思いましたか？いや、まだです。慣れている人はもうここから線画を描いていっても全然うまくいくんですが、いつもなんか線がうまく描けないと感じている人はですね、ぜひ騙されたと思って今から紹介する第3下書きの段階を挟んでみてください。驚くほど線画がうまく描けるはずです。今度はですね、線の色を黒にして本番と同じぐらいのブラシの細さで線を描いていきましょう。ただね、ここもあんまり線を綺麗に描こうとは意識しないでください。あくまでも下書きです。線を綺麗に整えようとはせずに、形
を作っていくことだけに意識を向けて線を描いていきましょう。線をきれいに整えないで形だけ作っていく感じって具体的にどうすればいいのって思った人はですね、ぜひ線と線をきれいにくっつけずにところどころわざと離しながら描いていってみてください。ほら、さっきから僕が描いているのをよく見てみると線と線くっついてないですよね。途中で途切れたりヨレヨレっとした線もたくさんありますが、そういうのは全然お構いなしに線を描いていってるのがわかると思います。この段階ではこれで全然 OK。さっきよりも細かい部分、ディティールの書き込みはしますが、あくまでもまだ下書きなんだよという意識を忘れずに書いていくことが大事です。そしてもう一つ重要なポイント。画面をズームアップしないで描いてください。絵の全体が表示されている状態。つまり、森全体が見えている状態で描き進めるのがコツです。この状態で描いていると、必然的に線はヨレヨレっとなりますが、気にしないでください。今はそれで OK。今までの僕が描いているシーンを見直してみればわかりますが、僕、実はですね、一回も画面をズームアップしてないですよね。これがね、森全体を見渡すように描くための最大のコツです。ほらほら、顔まで描き込むとかなりいい感じになってきましたよね。はい。もうね、いい感じに下書きが描けたので、我慢できねえ。早く線画を描かせてくれ。もう描きたくてどうにかなっちまうよ。って悲痛な叫びが聞こえてきそうですが、まだもうちょっとだけ我慢してください。っていうかね、もうここで線画を描いちゃうから、いい感じにならないことが多いんですよ。ここで焦って線画を描いて、そして色塗りまでいっちゃうとですね、あれなんかイメージと違う。色塗ったら下手に見えてきた。という失敗に非常につながりやすいんです。皆さんもそういう失敗経験した人多いんじゃないですか？それを避けるためにはここで一度グレーで色を塗ってみてください。グレーだとテンションが上がらないなーっていう人は少し色をつけてもおしゃれな感じがしていいですよね。僕も今回は薄いピンク色で色を塗ってみます。髪の毛や目、服など色が違う部分は少し濃いピンクにするなどして完成図がイメージしやすいように塗り分けてみましょう。完成図のイメージが自分で分かれば十分なのでレイヤーは分けなくても大丈夫です。はい、どうでしょう。もうこれでかなり完成図のイメージが湧く状態になっちゃいました。絵の基本は後で意識しよう。下書きの修正。さあ、ここで下書きのコツ、最後のポイントです。今仮塗りした状態の第3下書きですが、この状態って実はかなり違和感を発見しやすい状態なんです。もうちょっと手を大きくしたかった。とか、顔をもう少しだけ小さくした方がいいかな。逆に大きい方が可愛いかも。なんていう風に感じたらですね、せっかくこの状態、下書きの状態なわけですから、この段階で変形させたり、移動したりして、形を直しちゃいましょう。いまいちね、違和感が発見できないなっていう人はですね、例えばこんな風に、第3下書きを薄く透かして、素体を描いていく時の補助線なんかを描いていってもいいかもしれません。こういう補助線って、絵の描き始めて描いてしまうと、結構ね、絵が硬くなりがちなんですが、下書きがある程度出来上がったこの状態で形を修正するために使うのはいい感じがしますね。補助線を描いてみると、向かって右側のツインテールが少し下がりすぎなのと、右目も少しだけ上に上げた方が左右対称に近い配置になりそうです。あと右腕の袖のパースも逆にした方がポーズが自然に見えるような感じがしますね。なので、この指針に沿って第3下書きを少し修正してみます。右目をちょっとだけ上に上げて、右側のツインテールも少しだけ上にずらしてみます。完全にね、左右対称にしなくてもいいです。むしろ左右非対称の方が魅力的な場合があるので、それはその時の自分の感じ方を優先させてあげてください。最後に袖の角度も調整して、はい。変形完了です。これで下書きが完成しました。さあ、もう完璧な下書きが完成したので、あとはね、もう楽勝です。だって、これをただただもう素直になぞっていけば、めちゃめちゃいい線画が描けるからです。もはや成功が約束された状態ですよ。もうね、何も考えずに今できている第3下書きを薄く透かして、あとは綺麗に描くことだけに集中しつつ、本番の線画をかっこよく描き上げちゃってください。
い。もうね、ただなぞっていくだけなので、作業としては簡単ですし、もうこっちとら絶対にかっこよくなるはずっていう確信がありますから、めちゃめちゃ作業もはかどると思います。あっという間に、線画が、できちゃいました。一応わかりやすいように軽くベタ塗りまでしてみると、こんな感じ。下手な理由の9割がこれ。線画が下手な原因と解決法を5つ意識して描いてみた、田中ちゃんの線画が完成です。線画がいい感じに描くことができないという方は、今日紹介した5つのステップを意識しながら、とにかく下書き、線画を描く前の段階の下書きに集中することで、今までうまく描けなかった線画を嘘みたいにうまく描くことができちゃいます。ぜひ、このテクニック取り入れてみてはいかがでしょうか。以上が今日僕が伝えたかったことです。また今回は、線画の前までのテクニックをお伝えしましたが、やっぱり線も綺麗に仕上げたい。その部分のテクニックも教えてよという人も多いと思います。そんな時にはこちらの動画、超重要、使ってますか？線画の優先度がおすすめです。線画の優先度、これはワンランクアップした線画の描き方について紹介した動画ですが、これを知っているのと知らないのとでは、線画の見栄えがまるで違っちゃうぐらい、超重要で効果的な方法です。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。